ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、呪術廻戦第3期の盗作騒動の話題についてよ。現在、世界中で大ヒットしているあのアニメ、呪術廻戦第3期のある戦闘シーンが、なんと、中国のアニメをパクったんじゃないかって、ネットの海で大波乱を巻き起こしているの。今日は、呪術廻戦の盗作疑惑の驚くべき真相。そして、アニメ業界における自己オマージュと国際的な制作体制の裏側について、徹底的に解説していくよ。は？呪術廻戦がパクリ？ちょっと待ってよ。天下の派遣アニメが、そんな底辺みたいなことするわけないやん。もしマジなら、制作会社のコンプライアンスどうなっとうと？ちかっぱドン引きばい。だいたい、パクるにしても、なんで中国のアニメなん？バレるに決まっとろうもん。しょうもな。ふっふ。葵は相変わらず辛口だね。でもね、事態は、葵が思っているよりも、ずっと複雑で、そして、面白い方向に向かっていくんだよ。まずは、順を追って説明していくね。事の発端は、2026年3月8日のことなの。中国の有名なポータルサイトである、ソウフーというところに、呪術廻戦第3期が、中国アニメの盗作と疑われるも、真相が判明とした記事が掲載されたんだよ。中国のポータルサイトが、自ら報じとうとね。で、その記事には、なんて書かれとったん？いきなり、日本のアニメが、うちの国のアニメをパクった、で発狂しとったと？それが、意外と冷静な切り出し方だったの。記事は、まず、アニメ業界において、盗作問題は、決して珍しいものではない。中国アニメであれ日本アニメであれ、こうした問題は、基本的に、どこでも起こり得るものであり、人気の高い作品であっても例外ではない、で前置きをしているんだよ。まあ、それはそうやね。音楽でもデザインでも、どこかで見たことあるようなものは、溢れ通し。でも、パクリはパクリやん。許されることやないばい。そう思うよね。でも、記事は、そこで一つ、非常に興味深い疑問を投げかけているの。ただし、ここで一つ疑問が生じる。自分が作ったものを自分で再利用した場合、それは盗作と呼べるのだろうか、ってね。自分が作ったものを自分で再利用？なんそれ。じゃあ、私が以前作った激辛明太子チャーハンを今日もう一回作って食べたら、過去の私のパクリになるってこと？そんなアホな話あるわけないやん。葵のチャーハンの例えは、ちょっと違う気もするけど、論点としては、そういうことだよ。記事は、その上で、現在放送中の呪術廻戦第3期アニメが、まさに、この問題に直面したのである、と続けたの。問題となったのは、第9話に登場した、あるアクションシーンだよ。このシーンは、流れるような動作と、迫力ある映像表現によって、中国の視聴者からは、大いに好評を得ただけでなく、海外のネットユーザーの間でも、神作画だ、でものすごく話題になったの。ああ、第9話のあのバトルね。私も見とったけど、バリかっこよかったばい。画面がぐるぐる回って、キャラクターがビュンビュン飛び交って、瞬きする暇もなかったけんね。あれがパクられとうって言われたと？そうなの。ある視聴者が、この大絶賛されていた戦闘シーンが、中国アニメ、スーパーキューブに登場する戦闘シーンと、非常によく似ていることを指摘したんだよ。しかも、ただ雰囲気が似ているってレベルじゃないの。動作のつながり、カメラアングル、テンポの取り方に至るまで、高い類似性が見られるという、かなり具体的な指摘だったんだよ。カメラアングルとかテンポまで？それって、偶然似ちゃいましたテヘペロ、じゃ済まされんレベルやん。取れすぎ枠ってやつ？丸写ししたってこと？そう、ネット上に公開された呪術廻戦とスーパーキューブの比較動画を見ると、確かに、両者の戦闘シーンは驚くほど似ているの。キャラクターの攻撃姿勢や回避動作、そしてカットの切り替え方、つまり画面の場面転換のタイミングなど、パッと見ではほとんど違いがないように見えるくらいそっくりだったんだよ。マジで？そこまで完全に一致しとうなら、もう盗作確定やん。言い逃れで金売。アニメーターはクビ、制作陣は謝罪会見レベルのやらかしやね。本当にしょうもない。普通ならそう思うよね。記事でも盗作が確定したのではないかとの印象を抱くのも無理はないって書かれているの。でもね、ここで物語は急展開を迎えるんだよ。両作品の制作スタッフのクレジット、つまりエンディングとかで流れる制作者の名前のリストをよく確認すると、重要な事実が明らかになったの。重要な事実？まさか、偶然にも、双子の兄弟が別々に描いとったとか、そういうオカルトチックな話じゃないやろうね。違うよ。実はね、この2つの戦闘シーンは、いずれも同じアニメーターによるものだったの。どちらも中国出身の原画アニメーターである2041という方によって描かれていたのであった、と記事は述べているんだよ。え、同じ人？なんそれ。
どんでん返しすぎるやん。じゃあ、パクリでもなんでもなくて、ただ、本人が自分の得意な描き方をもう一回やっただけってこと？その通りなの。その2041という方は中国の新世代アクション原画アニメーターの中でも屈指の実力者として知られていて、その圧倒的な実力によって海外の制作現場、つまり日本のアニメ業界などでも活躍する代表的な人物なんだよ。へえ、中国のクリエイターさんが日本のトップアニメの超大事な見せ場を描いとんやね。でも、なんでわざわざ前の自分の作品と同じような動きにしたん？手抜き？サボりたかっただけなんやないの？葵、それは違うの。記事では彼の凄さについてこう論じているよ。2041は長尺の戦闘シーンでも強い視覚的インパクトを保ちながら同時に物語の流れをわかりやすく伝えることに長けており、長時間のアクションにありがちな視覚的な疲労をうまく回避しているってね。視覚的な疲労の回避？どういうこと？例えばね、ずっと爆発したり、画面が揺れたりするような激しすぎる映像を何分も連続で見せられると、視聴者は目が疲れてしまって何が起きているのかわからなくなっちゃうの。でも、彼は激しい動きの中にも一瞬の静寂を作ったり、カメラを引いて全体像を見せたりと、緩急をつけるのがものすごく上手なんだよ。今回の2つの戦闘シーンが似て見えるのも手抜きなんかじゃなくて同一のアニメーターによる作品であるためであり、ある意味では彼の個人的な作風とも言えるって記事は伝えているの。なるほどね。手抜きじゃなくてその人の必殺技みたいなもんか。ラーメン屋の頑固親父がどこに店を出しても結局同じ秘伝のスープで勝負するようなもんやね。納得したばい。葵の例え、だんだん上手になってきたね。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。ポチッと押すだけやけん。頼んだばい。さて、話を戻すよ。記事は、さらに、アニメ業界の専門的な内情にも踏み込んでいるの。アニメ業界では、第三者の著作権を侵害しない限り、アニメーターが自分のスタイルを継続したり、完成度の高い動作設計を再利用したりすることは珍しくない、ってね。そして、アニメ業界には、昔から手癖とか、バンクに近い概念があるの。有名な巨匠アニメーターたちも、この爆発の形はあの人だ、とか、このロボットの立ち方はあの人の1000倍特許だ、みたいに、自分のサインのような独特の動きや構図を複数の作品で使い回すことは、よくある文化なんだよ。これを自己オマージュとも呼んだりするの。へえ。じゃあ、アニメファンからしたら、あ、これ003の作画やん。熱いで盛り上がるポイントなわけね。それを知らん素人がパクリだって騒ぎ立てただけってことか。ちょっと恥ずかしいばい。そうかもしれないね。さらに、記事は現代のアニメ制作のリアルな状況についても教えてくれているよ。そもそも、呪術廻戦のような日本のトップクラスのアニメ作品は、すでに国際的な制作体制を確立しているって指摘しているの。国際的な制作体制？日本のアニメやのに日本だけで作っとうわけじゃないと？そうなの。昔は日本国内のスタジオだけで作っていた時代もあったけど、今は違うの。中国の優秀な原画アニメーターも多く参加していて、重要なエピソードや見せ場のシーンを担当することも少なくないんだよ。これにはデジタル作画が普及したことが大きく関係しているの。紙に描いて郵送していた時代と違って、今はデータにしてインターネットで一瞬で送れるから、世界中どこに住んでいるクリエイターでもリアルタイムで日本の最前線のアニメ制作に参加できるようになったんだよ。なるほどね。日本のアニメが世界で受けとう裏には、実は世界中の才能が集まっとうってことか。日本の若手アニメーターもうかうかしてられんばい。海外の化け物みたいな才能に仕事取られてしまうやん。葵の言う通り、本当に実力主義の世界になっているんだよ。記事の最後はこう締めくくられているの。結局のところ、今回のいわゆる盗作騒動は情報不足によって生まれた誤解に過ぎなかった。むしろ中国の新世代アニメーターの実力を示す恒例となったのであるってね。確かに最初はパクリやって叩かれかけたけど、結果的にはあの神作画を描いたのは中国の天才アニメーターやったんかって世界中に名前を売る結果になったわけやね。めっちゃラッキーな展開やん。そうだね。ここで今回の呪術廻戦とスーパーキューブの騒動に関するネットユーザーからのリアルな反応をいくつか紹介するよ。比較動画見た時は完全に中国アニメのパクリかと思って絶望したけど、同じ人なら全然セーフじゃん。
自分の過去の傑作シーンを別の作品でブラッシュアップして持ってくるの、激アツ展開すぎるだろ。2041さんの作画マジで神。これからも日本のアニメにどんどん参加してほしい。最初パクリだと騒いでた奴ら、息してる？ちゃんと調べてから批判しろよな、と、こんな風に、最初は疑いの目を持っていた人たちも、真相を知ってからは一転して、称賛の声を上げているのが印象的だね。手のひら返しがえぐいばい。でも、ちゃんと誤解が解けて、アニメーターさんの名誉が守られてよかったね。もしクレジットを見て、真相に気づいた人がおらんかったら、大炎上したまま終わっとったかもしれんけんね。ネットの情報って、本当に怖いばい。本当にそうだね。私たちも情報を発信するときは表面的な部分だけを見るんじゃなくて、その裏にある事実や背景をしっかり確認しないといけないね。今回の一件は私たち情報の受け手にとってもすごく大切な教訓になったと思うよ。せやね。私も次からパクリやで騒ぐ前に、まずはスタッフロールを穴が開くほど見つめることにするばい。ふふ、葵なら本当にやりそうだね。ということで、今日は呪術廻戦第3期の盗作騒動の真相とアニメ業界の国際的な制作体制という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。